めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。これでマグマサウルスになります。これでマグマトロンロボットモードになります。その当時品とね並べるとこんな感じになっているんですけれども、それではビッグコンボイと大きさを比べるとこのような感じになっております。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トランスフォーマーレガシーユナイテッドよりマグマトロンです。それでは見ていきましょう。ということでこちらね海外版となっております。日本版は6月末、発売予定ですね。はい、ということで、いや、ついに来ましたね。めちゃくちゃ楽しみにしておりましたけれども、はい。で、今回は、こっちの、この当時品の方ともね、ちょっと比較、ね、できたらいいなと思っております。ということで、いや、最高のパッケージですね。めっちゃかっこいい。いや、で、ここにね、この、ビッグコンボイのこれが見えるっていうね、だからちょっと期待したいですよね。はい。ということで、ちょっと中身ね、どうなっているんでしょう。はい。うわ、でかっ。それでは、取り出していきます。中身を取り出すと、このような感じになっております。で、これがエフェクトパーツで、説明書がこんな感じになってます。もう大量のこの1ページ。で、さらに、裏。はい、こうびっしりとね変形のさせ方が載ってあります。それではね一つずつ見ていきましょう。まずはこちらランドサウルスから見ていきます。こんな感じの見た目になってます。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。当時品と並べるとこんな感じになってるんですけれども、この当時品の独特なこの造形、こういうシワとかこの質感もすごい面白いんですけれども、もうこのなんか本当で細かいこの小さい鱗みたいな質感とか、あとこのね部分もこのちょっとなんかワニみたいなこういう鱗になってるところとか、あとこのなんといっても恐竜の見た目ですよね。なんか本当に中に骨があって、その上でこう筋肉とか肉がついてるんじゃないかってぐらいのもう精巧な、もう本当にこれ動き出しそうだなっていう造形をしてるんですよね。めちゃくちゃかっこいいんだよね、それが。はい。この歯もね、めっちゃ綺麗に塗装されております。で、可動もね、この尻尾とかも、こうやって動くし、足もこう、ね、はい、クリックとかで、こう、いろいろ動かすことができますと。いや、めちゃくちゃにかっこいいです。はい。で、これモチーフはギガノトサウルスですね。はい。じゃあ次、シーサウルス見ていきましょう。こんな感じになってます。シーサウルスめちゃくちゃ遊びやすくなっていて、当時品、この首の節がね、めちゃくちゃ多くて、もう持て余してたんですよ。なんですけれども、はい、今回この節が少なくなって、さらにあんまこう、目立たなくなってるんですよね。この節感がなくなってるっていう、こう、ボールで、なんかもう、円柱、ボール円柱っていう感じになってまして、反対から見ると、このぐらいの、ピンが見えるくらいになってて、これすごく遊びやすいです。渋みもちょうどいいし、こうやって簡単にね、こう、稼働を取らせることができます。で、やっぱり比べるとめっちゃ大きくなってますよね、今回の。ね。ほら、こうやって比べると。はい。っていう感じで、で、これね、ここのヒレをこう動かすと、これが動くっていうギミックがあったんですけど、そのギミックは今回、このレガシー版にはないですね。はい。で、このモチーフはエラスモサウルスになっております。じゃあ最後、はい、スカイサウルス見ていきましょう。こんな感じになっております。こうグラデーションのね、塗装がされたりしているんですけれども、当時品と比べると、こんな感じになっております。はい。これもね、もうだいぶ、このちょっと歯を見てほしいんですけれども、これは。ほら、こんなちっちゃい歯、その一つ一つ、しっかり綺麗に塗装されてるんですよね、シルバーで。これすごいよね。でこのお腹の部分とかも、ほら、こういうリアルな質感。いや、で、ね、もう何より嬉しいのは、このスパーククリスタルっていうの、これをしっかり再現してくれてるっていう、これ全部あるんですけれども、はい。これを再現しているの、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。
ということで、これのモチーフはケツァルコアトルスですね。っていうなんか当時最強だったんじゃないかって言われてた恐竜をモチーフにしてるですよね。はい。ということで、じゃあこのまず3体を合体させてマグマザウルスにねしていきましょう。まずはこちらシーサウルスから変形させていきましょう。この首を、はい。あとここですね。尻尾ロック外してあげて、この下半分と上半分を分離します。で、こっちですね。はい。ここ開いてあげて、で、ここ結構面白い構造になってるんですけれども、この腕をこうちょっと回転させてあげて、で、ここでスライドできるので真ん中に持ってきます。で、そしたらこの腕を、はい、このように伸ばしてあげて、ここでねロックしてあるので、はい。で、これをここで下に腕を下ろします。で、この肘回転させて、で、この手首も回転させて、で、この指をね開いて足にします。反対側も、はい、ここの拳を回転させて、こうやって足にしてあげます。で、そしたらここの内側からこれを出してあげて、こっちも出してあげる。で、この三角のね突起があるんですけど、それをここの穴ですね、ここに差し込んで固定します。はい。反対側もこっちの三角にはめてあげて固定すると、はい、こんな感じになります。で、そしたらこのランドサウルスのこの下の方ですね。で、ここでこの穴があるんですけど、その穴にこれをこうやって差し込みます。おそらくこれ説明書に特に書いてなかったんですけど、多分そうです。で、こことこことここをロックで、後ろこことここをロックっていう2箇所ですね。はい。をこうはめ込んであげます。はい。で、これ入ってない場合はこう頑張って入れてあげて、はい。で、上からさっき外したパーツですね。これをかぶせます。で、かぶせるときにここを畳んで、これもこことこの穴ですね。はい。これでカチッってなるので、で、ここの穴とここの穴をこうですね、この4点で固定してあげます。はい。ここにうまいことね、こうやってはまるので、こうやってね固定してあげて、ヒレを後ろ側にこうやってね持ってきてあげます。で、そしたらこの後ろのところでしっかり上下をロックしてあげると、はい。で、こんな感じになるので、足をね、ちょっと調整して、足をちょっとね、はい、調整して設置するようにねしてあげます。で、そしたらこちらスカイサウルスの羽を180度回転してあげて、で、ちょっと足をねずらしてあげます。で、ランドサウルスのこの部分開いて、で、ここに穴があります。この真ん中の穴にこれですね、ここの突起を差し込みます。はい。で、こうやって差し込んであげて、で、さらにここの突起ですね、この突起をこの穴に入れてあげると、このまず 2点で固定してあげて、さらにこの後ろの方ですね、この首をここに挟めます。で、頭をこの中に、はい、カチッと収納してあげて、で、この突起をこのランドサウルスのこのカバーのここで、挟んであげると、しっかりとカチッとね、固定されるので、はい、こうやって固定してあげて、足はこうなんか説明書だと結構浮かせてたんですけど、個人的にはこの密着させたいので、こうやって密着させてあげて、で、こんな感じになって、で、ここを開いて、この穴に
この突起を入れて、さらにね、固定してあげます。はい。反対側もここの穴にこれを差し込んで、しっかりとね、はい、固定してあげます。これでマグマサウルスになります。どうでしょうか。いや、もう本当に各部ちゃんと固定されて、もうがっちり組み合わさってるっていうね、素晴らしいですね。しかもこのわかるかな、ちょっと胴体太いんですよね。このランドサウルスもそうだし、このシーサウルスかもう太いので、もう迫力がすごい。この当時品と並べるとこんな感じになってます。はい、こうやって横から見るとこんな感じになってるんですけれども、太いんだよねこれが、っていうのがめちゃくちゃかっこいいんですよね。素晴らしいです。はい、という感じになってます。じゃあこれをロボットモードにね変形させていきましょう。まずはちょっとそれぞれ分離していきましょう。スカイサウルスを外してあげて、で、このシーサウルスもこれも外して、でこのロックですね外して、この横のこのパーツも外してあげます。でそしたらまずはランドサウルスから変形させていきましょう。でここの尻尾の部分にこの武器がね隠されているので、これを外してあげます。はい、こんな感じで軟質でできてます。で外してあげて、で、この足をねちょっと一旦伸ばしますか。はい、こうやって足を伸ばしてあげて、でここのお腹の部分ですね。はい、ここ外れます。でこれ武器になるので、これちょっと変形させましょう。これをこのように変形させて、はい、これ持ち手ですね。でこれをヒンジでこっちに持ってってあげて、でこれ畳む時に結構ここクリアランスシビアなので、この下の部分のプラをこうちょっと押しながらこう隙間を作ってあげて畳むっていう感じですね。はい、反対側もこのままだとこう干渉するので押してあげて、はい、こうやってやってあげます。で畳んであげると。でさっきの剣と組み合わせることができます。こんな感じですね。この武器の部分本当はね、旧玩具だとこの喉仏の部分だったんですけど、こっちの方にアレンジされてますね。はい、でそしたらこの足ですね。ここ最初ね硬かったんですけど、何回もやってるうちにこう手でも出るようになりました。手で出ないうちはねピンセットとかで出してください。でここの部分ねこうやって取り出してあげて、反対側もこうやってかかとでこの爪の間、これを取り出してあげると。はい、でこの足の中からこう機械がねどんどん出てくるっていう、これが面白いんですよね。さらにこの太ももの中のこの部分とこの下の部分でここで組み合わせます。ほら、いやこれがねめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。はい、反対側もいきましょう。これを下にくっつけて、この上から出したやつとこれを組み合わせると。はい、これで足完成です。で次が、この上の部分ですね。この手とこの体、こうやってここで固定することができます。はい、これで固定してあげて、この喉仏はこうやって収納されます。ここの顎の下に。はい、でここパカッと、はい、開いてあげて、でここ真ん中ヒンジでちょっと上持ってって、でここちょっと開いてあげますと。でここパカッと開いて、はい、こう回転させてこの位置にちょっと持ってきてあげて、でこのヒンジを最後までこう畳んであげます。でこの上の部分でカチッとね、はい、固定してあげて、で
このさっき開いたこの部分はこの横にこのヒンジでね、はい、二重ヒンジなので横に垂らしてね、サイドスカートにしてあげましょう。で、ここの上の部分ですね、これを回転させて、でこれは横に畳みます。で顔を横に持ってきてあげて、でこの体をここで固定してあげると、はい、これでランドサウルスの変形は終わりです。では次、こちらシーサウルスいきましょう。はい、まずこの腕を下に下ろしてあげて、横にしてあげて、拳を畳んで、はい、回転させると、反対側もこんな感じで変形させて、で拳畳んで回転させますと、はい、でこの開いていった部分ですね、これを畳んであげて、はい、で、こうやってしまいます。しまい込んであげて、でこれをこう反対向きにして、でここでここの、はい、穴にこれをこうやって差し込みます。はい、でこれちょっと一旦こっちに持ってきてあげて、はい、これを差し込んで、反対側も差し込んで、こうやってね固定してあげると。でこの肩のここの軸にこのシーサウルスのこの穴をねこう差し込んで上にね乗せてあげます。はい、これちゃんとまっすぐになるようにこうやってちょっと稼働させてあげてね。はい、これでシーサウルスも変形完了です。で最後このスカイサウルスですね、これ回転させて、はい、でここパカッと開いてあげて、でこれちょっと一旦上にね持ってあげます。はい、これで、はい、スカイサウルスも変形完了ということで、全て合体させていきましょう。はい、この体ですね、体にここの部分にこのスカイサウルスのこの穴ですね、これをこうやって入れてあげて、でそのままこう固定で、この上の部分、この足のここにこの突起があるんですけど、この後ろの見えるかな、ここ足畳んであげて、こう後ろからこうやってね差し込んであげて、前から見た時にここ胸とこの足のこの部分が密着してれば OK ですね。反対側もちょっと足こう畳んで、こうちょっと後ろからこうやって差し込んで密着して、この足を下ろすと、はい、こんな感じになります。で、後ろからこれですね、この体をこことこの部分を、この体の前のこの部分とこの部分ですね、あとこれもですね、これとかも、あとこことかも、全て固定してあげます。これに関してはもう普通にまっすぐねこう差し込んであげれば全てくっつくと思うので、こうやってガチッとね固定してあげればいいと思います。でこの後ろも、はい、やってくっついてますね。はい、でこんな感じになりますと。そしたら、この武器ですね、はい、ここ出してあげて、この穴にこれを差し込みます。はい、でこの反対側の腕ですね、ここ穴があるので、この武器を持たせてあげれば、これでマグマトロンロボットモードになります。いや素晴らしいよこれ。その当時品とね並べるとこんな感じになっているんですけれども、もうだいぶ大きくなってますね。でこの合体のさせ方なんですけれども、この当時品って本当に結構難しくて、こっち固定したらこっち外れちゃったとかっていうことがあったんですけど、もう今回のマグマトロン、他のトランスフォーマーと比べると変形は難しいんですけれども、当時品と比べるとめちゃくちゃ簡単になってます。はい、ということで、いや
すごいよ。この首もね、はい。この当時品は結構もう余しがちだったんですけれども、しっかりとこう、簡単になったりしてますし、はい、素晴らしい。で、個人的に嬉しいのが、やっぱ可動面なんですけれども、この当時品って、この頭とこの足がくっついてるせいで回転しないんですよ。頭が。なんですけれども、今回はしっかりと、はい、頭をね、回転させることができます。こんな感じで。で、さらに、この手首の可動。これが嬉しい。当時品にはないのでね。はい。こうやって、だから、こんな感じでね、足もこう、動かして、こんなね、はい。ダイナミックなポーズをね、取らせることもできてしまうと。いや、顔もね、ちょっと待って、顔も見てほしいんですけど、ほら。こう歯が多いんだよね。歯めちゃくちゃ多い。しかもめっちゃ綺麗に塗装されているという。はい。こんな感じになってます。めちゃくちゃかっこいいんだよね、これ。はい。素晴らしいですね。そして、さらに、この、エフェクトがね、たくさんあるんですけれども、例えばこうやってエフェクトを組み合わせて、で、このソードの間にこうやって取り付けてあげることもできます。これ表紙のパッケージについてた状態ですね。こんな感じに、することもできますし、もうシンプルエフェクトだけ状態。はい。っていうことも、できるっちゃできます。エフェクトね、たくさんついてるので、はい、いろいろできます。で、さらに、この、ね、スカイサウルスのこの部分についてる、これですね。これをこう、つけることはできないか。はい。当時品だとね、できたんですけど、はい、こんな感じで、この手に持たせることができます。この当時品だとこの赤い剣、これがミサイルパーツになってたんですけれども、今回はこうやってね、はい、こう剣としてこうしっかりと持たせることができます。で言ってなかったんですけど、このスカイサウルスの羽もね、これ軟質パーツになっております。それではビッグコンボイと大きさを比べるとこのような感じになっております。ちょっと大きすぎる感じはするんですけど、このね、マグマトロンに対応した新たなね、ビッグコンボイ出してほしいですよね。ただね、この当時品と並べると、大体同じくらい、ちょっとね、マグマトロンの方が大きいかなぐらいなんですよね。でも、劇中であんまりこの2人がこう一緒にこう、対峙する、なんか戦うことってそこまでないので、2、3回とかかなぐらいしかなかったんで、あんま大きさの違いわかんないんですけど、でももうちょっとね、ビッグコンボ大きいのが出てもいいんじゃないかなっていう感じはあります。ということで、今回のマグマトロンのレビューいかがだったでしょうか。いや、これ本当にね、恐竜の見た目もよし、マグマサウルスへの合体もよし、ロボットへの合体もよしということで、変形のさせごたえもあるし、このでかいし、で、もう重いし、もうすごいがっちりしてるっていうことで遊びやすくもなってると思いますので、もうね、恐竜好きな人とか、ビーストウォーズネオ好きな人、マグマトロン好きな人にはもうもってこいのおもちゃなんじゃないかなと思いますので、気になった方ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。